おはようございます。たかしです。本日は6月5日水曜日、ただいま8時57分。それではポンド円、ドル円の相場分析をやっていきましょう。最初にお知らせです。7月からノートメンバーシップなどの値上げをします。こちらの値上げは新規入会の方が対象です。サブスクにご興味があれば、7月までに無料期間をお試しください。URL は概要欄にあります。では前半はポンド円、後半はドル円をやっていきます。まずはポンド円の冷やしからですね。昨日はかなり大きく下落をしてきました。今までにないような大きめの陰線ですね。ここからダラダラと大きく下落していく可能性もありますが、現在はこの赤いライン、月足のラインなんですが、そこでちょうど下げ止まっている感じがしますので、ここから反発上昇していくのか、それともこの白いトレンドライン付近まで下落するのか、もしくはこのトレンドラインを下抜けて大きく下落していくのかっていうところを見ておきたいです。以前からお話ししてますように、現在は月足のライン付近にありますので、この辺りでの大きなトレンド転換ってことも考えられますので、月足のラインにぶつかって大きく下落する可能性、そしてこの日足の上昇トレンドがまだ継続していく可能性の両方を考えておきたいです。今直近ではここダブルトップみたいな形になってきましたね。そう考えると、191.5 付近まで下落する、この安値付近まで下落する可能性は考えられますので、まずは GMMA の青帯で接触して、今反発していくのか、それともここを下抜けてきて、ダブルトップを完成に動こうとするのかっていうところを見ておきたいです。ストキャスティクスはもう少し下げる余地がありますので、基本的に本日も上値は重くなると考えております。では4時間足です。4時間足今までずーっと GMMA の青帯の上で動いておりました。それがここしばらく GMMA に深く突き刺さって、そして昨日はそこを下抜けてきましたね。今までこの黄色のレンジをイメージしていたんですが、そこを下抜けてきまして、そしてこのオレンジのラインですね。これ過去の高値、この辺りになるんですが、そこまで今下落してきましたので、一旦ここで引っかかっておりますが、基本的には GMMA の青帯下抜けてますよね。じゃあここからどう動くのかというと、ここからは一旦の上昇、そして今まで意識されていたこの黄色のボックスの下限付近、その辺りからの再下落、こういう動き方ですよね。こんな動き方をイメージしておくといいと思います。まずはボックスの下限付近までの戻しを待って、そこからの再下落、それが昨日の安値を下回れるかどうかですね。昨日の安値を下回ってくると、先ほど日足で見ていた白いトレンドライン付近まで下落すると考えます。その場合は195円付近まで下落してくる可能性がありますので、そこまでの下落の流れですね。ですので本日はこの赤い矢印みたいに一旦上昇後の再下落、そして白のトレンドラインぐらいまでの下落、もしくは昨日安値までの下落をイメージしておきたい。この緑のゾーンは比較的抵抗強くなってくると思いますので、まずはここを下抜けるかどうかに注目ですので、一旦上昇後の再下落がこの緑のゾーンを突破できるかどうかを見ておきたいですね。なのでいつも言ってますが、この辺にアラート仕掛けておくと分かりやすいと思いますので、本日はここからじりじりと上昇するような動きをイメージしてますが、基本的には今下落トレンドに入ってきてますので、戻り売りである方がトレードはやりやすいと思います。そう考えると、この黄色のボックスの安値199円付近、ここにトレーディングビューはアラートが設定できますので、そこにアラートを設定しておいて、そこからの再下落、そこに到達すれば、そこでエントリーを検討するという考え方を持っておくといいと思います。トレーディングビューかなり使いやすいチャートツールですので、概要欄に URL 載せておきますし、良ければ無料登録をしてみてください。では1時間足です。先ほどの黄色のボックス、これですね。この上に見えている黄色のボックス、その上下に赤い水平線を引いて、そこをゾーンとして作っておきました。その辺付近が抵抗になりますよって話だったんですが、昨日の下落はそこを強く突き抜けてきてますよね。ですので今1時間足も下落トレンドですよね。高値切り下げの安値更新、そして GMMA の青帯も下向きなので、本日は上昇から始まってますが、 GMMA の青帯付近、そしてこの黄色のゾーン付近では抵抗になってきますので、この辺りからの再下落を考えておきたいですね。そして下落してきた場合は、今のこの緑のゾーンを下抜けできるかっていうところに注目です。ストキャスティクス今上昇中ですので、もう少し上昇余地がありますし、やはり GMMA の青帯か黄色ゾーンぐらいまでの上昇を待って、そこからの下落、そんなイメージを持っておくと、エントリーのポイント、そしてエントリーの方向が分かりやすくなると思います。逆に例えば一度上昇して再下落した場合、昨日の安値付近でのダブルボトムっていうことも考えられますので、まずはこの黄色のゾーン、緑のゾーンっていうところが抵抗になるんだと。そしてこの黄色のゾーン上抜けると再びボックスの中に戻してきますので、その辺の動きを見ておくとトレードポイントが分かりやすいと思います。
では次はドル円を見ていきましょう。ドル円も形としてはポンド円とそっくりです。GMMA の青帯、そして白いトレンドライン付近まで下落してきました。ここを下抜けてくると、まずは152円ぐらいまでの下落が考えられるんですが、今回の下落で152円まで到達できるのかどうかっていうところを見ておきたいですね。ストキャスティックスは安値圏ですので、そろそろ反発ポイントには来ております。なので、買い足で見ていると、昨日とか一昨日これ結構急激に下落しているんですよね。今までのローソク足のサイズからは考えられないぐらいの大きな陰線になってますので、基本は戻り売りで考えておいていいと思いますが、日足は上昇トレンドだっていうところもお忘れのないようにしてください。では4時間足です。4時間足ここ緩やかな上昇トレンドを作ってますよね。緩やかに上昇して急激に下落して、また今回も緩やかに上昇して急激に下落してっていうのを繰り返しております。ここから上昇できるのか、現在は日足のトレンドライン付近ですので、ここから再びこの直近の高値158円付近まで上昇していけるのかどうか、もしここから同じような動きをするのであれば、またここから緩やかに上昇して大きく下落するみたいな動き方をしてくるかもしれませんが、基本的には GMMA の青帯、今までずっと意識されているの分かりますか？この辺とか、この辺とか、ここもずっとそうですし、この下落の初動に当たる部分、昨日もそうなんですが、GMMA の青帯結構意識されているんですね。ですので、そう考えると、本日上昇してくれば、また GMMA の青帯付近からの再下落がイメージできますので、こんな感じですよね。GMMA の青帯付近まで上昇していて、そこから下落するっていう、そういうイメージを持っておきたいです。で、そうすると GMMA の青帯がこんな感じで下がってきますので、まずはこんなイメージを持っておくと、トレードのポイントが分かりやすいと思います。現在は強めに上昇してますが、基本的には小さく下落トレンドを作ってきておりますので、この上昇が上げ止まったところからの次の下落をイメージしておく。逆にですね、今 GMMA の青帯が意識されていると言いましたが、今のところ GMMA の青帯で再び接触して下落するようなイメージを描きましたが、もし GMMA の青帯を上抜けてくれば、次はそれがサポートに変わって上昇していくっていうことが考えられますので、その動きにはご注意ください。では1時間足です。こちらも GMMA に今近づいてきましたよね。そこまでの上昇、そこからの下落をイメージしておく。先ほどの4時間足でのイメージと同じです。そして1時間足、水平線を引いております。このあたりが意識されてくると思いますので、まずはだいたいここの赤い水平線156円付近、その次がピンクの水平線 156.5 付近、このあたりが意識されてくると思いますので、本日はその辺付近からの下落をイメージしておくといいと思います。ただし、日足のトレンドライン付近からの上昇になっておりますので、もしかすると比較的大きく上昇していくかもしれませんので、戻り売りをする場合は、しっかりと引きつけることが大切です。そして、押し目買いをするのも、このピンクのラインを越えてからの方が安全だと思います。このピンクのラインまでは比較的売り圧力強いと思いますので、156.5 を上抜けてからの上昇の流れについていくのが安全ですね。それでは本日は以上です。この動画がわかりやすいと思ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。ノートのメンバーシップ会員を募集中です。毎朝更新の相場分析に加え、週末にはわかりやすいスキルアップ動画を投稿してます。FX で勝てるかどうかは知識量の違いが決め手です。週末動画でどんどんその知識を蓄えていってください。FX を基礎から学びたい、知識レベルを上げたい、そんな方のお悩みを解決します。また、ノートでは有料マガジンを含め、複数の視聴プランをご用意してます。ノート限定の掲示板機能では、リアルタイムな相場の気づきも投稿してます。ノートメンバーシップは初月無料ですので、今ご入会いただくのが一番お得です。また、こちらは7月から値上げをしますので、ご興味があれば6月中のご登録をお勧めします。また、限定動画だけをご希望なら YouTube メンバーシップでもご視聴いただけます。詳細は概要欄をご覧ください。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。